もし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 。なおちゃん、お風呂に入りなさい。はい。なんで高級鳥がこんなとこすんだな。そこ置いといて。うわ、さ、一番でかいやつあったじゃん、重いやつ。あれ持ってきてよ。俺入れとくから。ったくよ。ライター焼肉おごれよ。なんで俺が焼肉おごらなきゃならねえんだよ。何どうした？いや、ライター、お隣さんが。ライター？はい。俺もライター。向こうもライター。おお、
雷に太いって書いてライターなんだけど、はい。僕も一緒。一緒？はい。一緒？はい。お、俺も。ね、引くじ？はい。引くじね。はい。よかった。隣のライターです。よろしく。隣のライターです。よろしく。ねえ、さ、すげえ嫌なやつと名前が一緒だったことある？あるよ。ある？どうしたのそれ？どうしたの？どうしたってそんなもんどうしようもないでしょ。どうしようもないね。どうしたの？いやさ、長島君、同じ名前です。OLM のサーバーに侵入できた？楽勝っすよ。穴だらけですよ。やるね。噂通りの天才ハッカーじゃん。はい。同じ名前だったよ。はい。あいた。何かねえんだから引っ越しはやろう。いや、いいですよ、そんなの。嫌なの？いや、嫌じゃないですけど。だろう。段ボール開けないの？すぐ引っ越しだと思うんですよね。え？いや、引っ越し趣味なんですよ。あ
仕事は何してるんですか？探偵。探偵、面白そうですね。そうでもない。またテレビでやってるじゃないですか。こう悪と相手に戦ってこうカーチェイスしたりこう拳銃撃ったりして。やんないですよね。もういいですよ。俺の酒が飲めないの？いやそんなことないですけど。嫌なの？いただきます。風間さん、誰か来ましたよ。部屋に戻らないと。誰？いや、風間さん、風間さん、いらっしゃいますか？俺が風間だけど。何？ご相談したくて事務所に行ったらこちら教えてもらったんで。ああ、そう。ここ誰に教えてもらったの？長峰さんという方に教えてもらいました。長峰？あんたのお名前は？井上まなみです。井上まなみさんね。それで言い過ぎのよいえ、そんなには。そんなら申し訳ないんだけどさ、明日の10時過ぎ事務所に来てもらえる？そうですよね。こんな時間に非常識ですよね。わかりました。明日また伺います。井上さん、大丈夫？長峰、さ、お前井上まなみさんって女の子にここ教えた？すいません、だいぶ切羽詰まってたようだから。まあいいや。明日の朝10時過ぎその子事務所に来るから相手しといて。え、所長は？あ、また飲みすぎたんですね。まあそんなとこだ。頼むぞ。
所長、大変です大変です。痛いあとゆうべ相談に来た井上真奈美って女性の死体が今朝見つかったんです。だから昨べ相談に来た井上真奈美という女性の死体が今朝見つかったんです。なんだって。しかも肝臓がなかったらしいですよ。猟奇殺人かよ。彼女の足取りを追って警察が来るでしょうね。そうだな。この件はうちでも調査するんですよね。しないよ。依頼人は死んじまったんだからな。せっかくいろいろ推理しようと思ったのに。美香さんは気楽でいいですね。とにかくうちの手に負えるような事件じゃねえな。何ですかそれ。いや、そこのさ焼肉屋の親父がさレバーくれたのさ思い出したよ。これ邪魔するよ。いらっしゃいませ。塩原さん、お久しぶりです。元気そうじゃねえか。はいライター。はい。今日なんで来たか分かってんな。さあ、なんだこりゃ。新鮮なレバーです。おめえにこんな大それた山踏める度胸はねえってのは分かってんだよ。刑事も中途半端、探偵だって中途半端だもんな。塩原さん、また言ってくれんじゃないですか。本当のことだろうがよ。正義のために体張るなんて偉そうなこと言ったくせによ。警察で辞めて浮気調べて金稼ぎかよ。探偵になった今でも俺は何も変わってませんよ。だったらよ、なぜ会社の相談に乗ってやんなかったんだよ。正義ってのはそういうもんじゃねえのか。会社は最後にお前の探偵事務所に立ち寄り、そして殺された。おめえ会社の助けになること何にもやってやんなかっただろうがよ。無理でしょ。探偵が殺し食い止めるなんてのは。おめえ勝ったな。おい風間、お前余計な動きすんじゃねえぞ。俺は金田一耕助ではないですからしませんよ。なんか思い出したら連絡しろよ。もういいですか。あれ、どうした？いや携帯。すいません。風間さんの携帯を届けに来たんですけど。はあ、さっき電話くれた方。どうぞ。いや、携帯さえ渡してもらえれば結構なんで。所長すぐ帰ってくると思いますんで。どうぞ。いや、どうぞ。どうぞ。いや、どうぞ。好きなんですか、青山画伯。高島さんもですか？はい、
大好きです。いいですよね。悲劇の記載。青山画伯の絵って不思議な魅力があるんですよね。彼の絵には魂がこもってるからね。日本の画家にしては珍しく宗教画を描くけど、なぜだか知ってます？いや、青山画伯夫人は精神を病んで自殺したんですよ。そうなんですか。それ以降ドイツの思想家ルドルフ・シュタイナーに傾倒し、スピリチュアルな作風になるんです。そして最愛の女性の死が彼の死生観に影響を与え、宗教画に向かわせたんです。完璧ですね。私、長峰正国と言います。ちなみにですね、正国の正は雅に国と書いて正国。風間の下で探偵やってます。でも青山画伯の最近の作品ってなんか違いますよね。そうかな。うまく言えないんだけど、なんか以前と違っていまいち惹かれないんですよね。はい。あ、どうも。下の井上真奈美さんのことでお話を聞きに来たんですけども。さっき刑事さんお話ししましたけど。なんだ、吉尾来てたのか。いや、ちょっと、あんた、おい、靴脱いでくださいよ。よっ、風間ライター。ああれ、わかった？バレバレだよ。わかっちゃった。わかっちゃった。何やってんのこんなところ。何ってお昼の仕事に決まってんじゃない。どう OL 姿結構様になってるでしょ。まあまだな。てかあんたこそ何やってんのこんなとこで。聞き込み。また金にならない仕事背負い込んでんでしょ。うるせえ、ほっとけ。少しはうちを見習いなさい。夜だけの営業でも売り上げは去年の2倍よ、2倍。そりゃ猫まで探せば儲かるでしょうよ。探偵業はあくまでもビジネス。儲けてなんぼなのね。涼子、人生はお金だけじゃないんだぞ。もっと大事なことがあるんだぞ、お前。なんかあった？何もねえよ。ねえ、手伝ってあげよっか。同業のよしみで安くしとくよ。遠慮しとく。あ、そう。じゃあね。おい、性格以外いい女なんだけどな。つけられてた。はい。ちょっと待ってね。つけられてた。はい。部署が違うからよくは知らないけど、確かランチした時に一度そんな話になって。そんな話？無言電話もひどかったって。警察に相談しようかなって言ってたくらいなんですよ。相談しようかなって言ってたくらいなんですよ。やっぱりしがない探偵の手に負える事件じゃねえな。もったいない。やっとけばよかった。
足元にこれが落ちてました。これはどうしたんですか、今日は浮かない顔して。後悔先に立たずってやつだね。さんちゃん、ちょっと音を大きくしてくれる？こちら現場です。今日の夕方、東京都奥多摩市の山中で女これ性のこの近くだよね。が発見され、現場に残された遺留嫌な品かことばっかりだねら被害者全くは東京都港区在住の主婦浅沼律子さんであることが判明しました。発見された浅沼律子さんは3ヶ月前から行方が知れず、家族から捜索願いが出されており、警察も懸命の捜索を続けていたところでした。マスター、マスター、どうかしたの？いや、被害者はロープで木から宙吊りにされ、腎臓をえぐり取られていたようです。死後1週間経っており、これからの警察の検視結果が待たれています。今度は腎臓かよ。警察は律子さんの失踪した3ヶ月前からの足取りを調べている模様です。アパートおまわりさんでいっぱいだよ。ここにも来ました。所長のことマークしてますね。なんで俺をマークするの？とりあえずホテルの部屋取りました。外堀が冷めるまでそこに身を隠してください。愛してるよ、長峰。長峰、大体な、俺には動機がねえんだよ。浅沼律子だって俺は一度も会ったことねえよ。井上真奈美だって一二分会っただけなんだよ。まあ動機のない殺人なんて溢れるほどある世の中ですからね。警察は現場で何か見つけたんですよ。何かってなんだよ。俺だって思わせるような何かがよ。ねえ、だけどまだ確証がつかんでない。だから微罪でしょっぴって追い詰める腹でしょ。しょっぴくならストーカーしょっぴけっつうの。ストーカー？井上真奈美はストーカーに狙われてるらしいんだよ。うちに来たのもその件だ、きっと。それはまだ警察も掴んでませんね。そのうち私も事情聴取されるでしょうからリークしておきますよ。ああ、頼む。それと被害者のアパート周辺で条件に該当する人間をリストアップしましょう。サンキュー。お前の抱えてる調査の方大丈夫なのか？何とかします。まずは所長の容疑を晴らすのが先決です。すまんな、長峰。頼りにしてる。水臭いな。短い付き合いじゃないでしょ。明日の午後、美術協会の三浦さんがいらっしゃるわね。じゃあテントは木村さんにお願いしようかな。私ですか？私あの人苦手なんですよね。っていうか嫌いなんでしょう、ハゲだから。仕事でしょ。まあハゲは嫌ね。どうしたの？いえ、別に。それにしても見事ですよね、先生の新作。そりゃそうよ。今回の個展の目玉ですもの。
この新作絶対贋作だよ。これ一緒に来ませんか？私とですか？やっぱダメですよね。私この個展すっごい行きたかったんですよ。じゃあ。でも僕なら気にしないで、忙しくて行けないから。すいません。じゃあぜひ。最近全然見かけてないっすね。それに人の気配もしないし、旅館でも行ってんじゃないですか。いつ頃から？半年ぐらい前かな。わかんねえけど。なんだか井上まなみです。浅沼さんにはよくスーパーとか町内会の会合なんかでよく会いましたよ。挨拶交わす程度でしたけど。どんな女性でした？どんなって、私と同じで綺麗で素敵な女性でしたよ。それでなんか悩んだ様子とか、例えば誰かに付きまとわれてるとか。さあ、悩んでたといえば夫婦関係かな。うまくいってなくて不倫してるってもっぱら噂でしたよ。不倫？水商売のイケメンだって。羨ましい。あ、風間さん、どうしたんですかその格好。サラリーマンになっちゃった。嘘。今ね、あんまり目立っちゃまずいんだよ。いや、逆効果ですよ。すごい目立ってますよ、それ真っ白で。そう？なんか飲みますか？そうね、浅沼律子が好きだった酒がいいな。殺された人でしょ。そんな人の好み知りませんよ。そんなはずないだろう。恋人だったら知ってるはずだ。冗談はやめてくださいよ、風間さん。探偵に隠し事はできないの。なんで分かったんですか？はったりマスター今さ認めちゃったけどさ。律子は常連でした。一人で来てたんで、旦那の愚痴を聞いてるうちにいつの間にかそうなって、3ヶ月前に旦那と大喧嘩して家に
これが立込んできたんです。かわいそうでいさせてやったんですが、1週間前に突然姿を消したんです。なんで警察に届けなかったの？いや、堂々と言えるような関係ではないですし、捜査願いが出てたことは知らなかったから。ずっと帰ってくるのを待ってたんです。一体誰が律子を殺したんですかね。すっごい。どうやったらこんな絵描けんのかな。高島さんはいつ頃の作品がお好きなんですか？高島さん。いや、いつ頃の絵がお好きなんですか？いや、幼稚園の頃にはよく描いてたんですけど、最近は。何言ってるんですか？青山画伯の話ですよ。いや、20代の頃の作品は最高ですよね。最初に描いたのって33歳の時ですけど。いや、そうなんですか。ちょっと失礼しますね。いや、おしっこ。出てしまった。ごめんね。誰かいますか？
父さん。これら3人の被害者はいずれも生きているうちに臓器を摘出されております。井上真奈美は肝臓、浅沼律子は腎臓、そして野島里緒は肺の一部をえぐられておりました。井上真奈美の腹部にはビニール袋に詰められた水が、また野島里緒の口には土が詰められておりました。見ると土。3人の共通点、臓器への執着の理由およびなぜ口の中に土を詰め込んだのか等が今後犯人を絞り込んでいく上で重要な手がかりかと思われます。容疑者について聞かせてくれたまえ。はい。現在容疑者はこの3名です。中でも風間ライタは浅沼律子の遺体発見現場で見つかったこの万年筆と同じものを愛用しています。また井上真奈美は殺害前に風間の探偵事務所を訪れています。ほぼこれだな。ガーモン君は元気か？風邪を召されております。あのお体ですから抵抗力がありませんもので。あいつは殺しても死なねえよ。久しぶりです。よう元気そうで何よりだ。皮肉なもんですよ。死にそうになってもあの時の子供たちの霊が死なせてくれないんですから。5匹いました。1匹はさなぎです。おやっさんも大変だな。裁判費用から慰謝料、ここの維持費。日本一金のかかるガキだな、お前は。ガキじゃないですよ。もう15年も経ったんです。今でもよく考えますよ。あの時
あなたに捕まらなかったらあと何人殺せたかってね。大して変わらねえよ。悪は長くは続かねえんだよ。そうですか。僕にガソリンかけて焼いたやつは子供を殺されたからって同情され、大した刑にはならなかった。僕以上に残酷なことをしたのにね。僕、新しい顔になったんだ。見せてあげるよ。ここへ来た理由はなんとなく想像がつきますよ。猟奇殺人でしょ。異常者のことは異常者に聞けってわけだ。まあな。犯人の心理を読みなよ。僕を捕まえた時みたいにね。お前の意見が聞きたい。やはり快楽殺人か。何かといえば快楽殺人に心の闇、猟奇殺人をちっぱ人からげに考えてたら何もわかりませんよ。彼にとって狂気は狂気じゃないんです。狂気は狂気じゃない。そう。それに本当の悪夢は楽園にある。心からそう思えたら答えはおのずとわかるでしょう。はい。ごめんなさい、仕事中だった美香さん、いや大丈夫ですよ。よければ今夜デートしないかなと思って。は？ダメですか？いやダメじゃないです。本当ですか？じゃあ今夜ある場所にパソコン持ってきてもらえます？パソコン？風間さん、なんでここにいるんですか？俺がここにいちゃいけないの。いや、警察に。
それはやってねえよ。それ証明するから協力して。協力なんて嫌ですよ俺。お前さパソコン得意だったの。でもダメですよ、今日デートなんですから。だからね、俺とデートなの。いや、美香さんとデートなんですよ。バカかお前は。あ帰ります俺。だから今後のこと考えたらお隣さんと仲良くしてた方がいい。いやもうやめてくださいよ。でもいいじゃん。たまたま取材に行っただけじゃないですか俺。もしもし、警察ですか？今すごいもの見ちゃったんですけど。殺人事件の重要参考人です。私ですか？いやちょっと不倫関係なもんで詳しくは言えないですけども。何やってんの？いや、竹下電機の社内欄で井上真奈美のメールの履歴を見てるんです。意外と週に使ってるんですよ。本当だ。すごいね、そんなことできんの？はい。はあ。やめてください。いじらないでください。邪魔なの俺。いや、あっち行っててくださいよ。冷たいなお前、本当に冷たいやつだな。遊んでくんねえのかこの野郎。おまわりさん、おまわりさん。ちょっと待ってください。お前ら指導書いたら分かれ。小池はここに待機して抑えろ。俺らの上に上がるぞ。おい、ライター早く早く早く。全部押さないでください。みんなどっちでみんな早く来た方が寄れないんだ俺。ほら早く来て。なんで声がバカなこの野郎。近くにいるはずだ。いるぞ。死刑。風間さん。ああ。なんで俺もここにいいんですかね。さあ。いつまでここにいいんですかね。朝になればあいつらも帰るんじゃねえか。朝までいいですかここに。静かにしろ、気づかないんだよ。冗談だよ。せっかくの一来ぐっちょぐちょだよ。知らないっすよ。被害者は俺の方なんですから。被害者って言えばお前なんか分かったのかよ。ああ、井上真奈美は恋人も親友もいない地味な子みたいですよ。メールの内容も仕事の愚痴とランチの話ばかりでした。会社と家の往復の毎日か。いや、そんな地味な生活のまんまストーカーに追われて死んじゃうなんてなんかかわいそうですね。そうだな。だけど
犯人は本当にストーカーなんだろうか。犯人がストーカーが臓器をパクるってのがしっくりこねえんだよな、どうも。なんか意味あるんですかね。きっとなんか意味があるはずだ。風間ライター？松山さんいるんでしょ。開けてくださいよ。開けてくれないんだったら合鍵で開けますよ。じゃあ大家さんお願いします。松山さんですね。聞きたいことがあるんだ。一緒に来てもらえるね。どうしたんですかそれ。お風呂に来て。いや狭いですけど。ああ、本当マスター悪いね、いつもね。本当すみません。お世話になります。すみません。これだ。ここですけど遠慮しないで使ってください。いやー、参った参った。悪いね、マスターね。本当すみません、いつも。テレビもつくんでこれ。ああ、いや、いいな。すみませんね、本当ね。それに。あら、よし。あら、ただ。ただですよ。おい、ちょっと行ってみよう。行こう。世間を騒がせている内臓略取連続殺人事件が新たな局面を迎えました。現場からお伝えします。現在警察は全力を挙げて捜査を進めていますが、被害者の一人井上真奈美さんの犯人捕まったじゃないですか。などがこの少年の部屋から発見されました。長峰のリストにあったよ。その少年は現在警察で事情聴取を受けている最中です。少年は取り調べに対して犯行を否認しているようですが、被害者の一人井上真奈美さんを盗撮した画像や数多くのわいせつ画像、盗撮するための撮影機材などが見つかっており、今後はそれぞれの被害者から略取された内臓の行方が捜査の焦点となりそうです。これで決まりですよ。こいつですよ、犯人。彼にとって凶器は凶器じゃないんです。違うな。なんで？盗撮マニアにせよストーカーにせよ、殺して内臓をパクる必要はない。犯人はもっと事実的な呪術、オカルト、そうか、肝臓と池、つまり水、腎臓と宙吊り、宙吊り、空気。お前古典の事件の時現場にいたよな。はい。その時被害者の周りに土なかったか？なんで知ってんですか？口の中に土が詰められてるって誰か言ってましたよ。灰と土。
灰と土。わかる？あ、俺だ。青山由紀はまだ生きてんのか？ええ、もちろんそのはずですが。そうか。どうしたんですか？いや、なんでもない。青山由紀、現代美術界で異彩を放つ画家、悲劇の奇才、狂えるアーティストと呼ばれる。妻の自殺後、シュタイナーに傾倒し、特にそのオカルト生理学の考えに惹かれ、次第に陰惨だが草原な独特の作風に変化する。シュタイナーは医学から哲学、宗教、芸術にまで影響を及ぼすドイツの思想家だ。単なる物体に過ぎない人体は生命と魂、そして自我が宿ることで初めて機能するという思想を根本としており、その思想は非常にオカルト的である。本当の悪夢は楽園にある。心からそう思えたら、答えはおのずとわかるでしょう。よすまんない呼び出して。いいのよ、仕事休みだし交通費は請求するから何頼みって？仕事の依頼。青山由紀について調べてほしいんだ。青山由紀、調べてどうするの？理由は聞くな。青山の人間関係中心に詳しく調べてほしいんだ。俺は動けねえし、長見でも手が離せね分かった、社員に連絡してすぐに調べさせるわ。ねえ、例の猟奇殺人絡み。ピンポーン。青山と被害者との関係が知りたいんだ。分かった、安心して、警察に通報なんてしないから。ちっちゃ。脅かすんじゃねえよ、バカ野郎。
高木鈴森、おやさん、持ち込まれたジップをライター風間の指紋が出ました。前回の万年筆は彫金が邪魔して取れませんでしたが、今回のはバッチリです。風間ライター指名手配だ。はい。秋村真帆ちゃん？あなたのお父さん青山祐樹さんだよね。もうえらい目に遭っちゃってさ、同じ名前のやつだって。ああ、朝までもうずっとだよ、たまらんぜ。断ればいいじゃん。いや、それができれば苦労しないよ。推しが強くてさ、もうここまで水にずっと入って俺もずっと会社。ちょもしかしてあの人？風間さん、風間さん、なんでここにいるんですか？ ID カードはどうしたんですか？そんなことはね、遊びしまいなんだよ。立ってなめんなよお前。まずいですよ。ライター、これよろしく。てめえ初対面の人間お前呼び捨てすんじゃねえよ。俺ですよ、ライター、俺のことです。分かってるよお前、分かってるけどお前ちょっと行ってみたくなっちゃうんだよねお前。何の用ですか？いや、昨日の続き手伝ってよ。いや、無理ですよ、今仕事中なんですか？仕事なんかやんなくたっていいんだよお前。あったのかな。パトカー止まってるぞ。どうしたんですか？すいません、どなたかカッターナイフ持ってる方いらっしゃいませんか？ちょっとお借りしたいんですけども。すいません。いや、俺持ってます。なんだお前、もっと早く言えばか野郎。何するんですかこれね、危ないんだこれ。危ない風間さん、何するんですか？やばい。もうこっち行ってかっちまうとこだよ。もうやろう。これ。風間。しょうがない。どいて。こら、ライター。はい。おめえじゃねえよ。バカなものやめろ。塩原さん、俺は誓ってやってね。それを証明してんだよ。それはな、警察の仕事だ。おめえはおとなしく来て事実を喋ってくれりゃいいんだよ。いや、そうはいかねえ。俺は彼女を救ってやることができなかった。だからせめて犯人突き止めて成仏させてやりてんだよ。ライター、おめえ。はい。おめえじゃねえよ。塩原さん、すいません。風間、どいて。バカなものやめろ。どけこら。車が悪いぞ。お疲れさん、ナイス演技力。演技じゃないっすよ。本気でビビってたんですから。そうなの？はあ？お待たせ。分かったよ。悪いな。確かに3人の被害者は青山祐樹の熱狂的なファンだったけど、青山と直接のつながりはないわ。そうか。他に分かったことは？青山の人間関係なんだけど、妻の千恵が自殺した後、青山は愛人と暮らしてたらしい。風間さん、無茶しないでくださいよ。瀬戸正美っていう家政婦が愛人なんだけどね、千恵が精神を病んだ原因は青山と正美の不倫みたい。そうか。その後正美はどうなったんだ？いや、そこまでは分かんないけど、でね、その後青山は秋村瑞穂っていう美大生との間に子供作ってんの。子供？うん、真帆っていう女の子なんだけどね、養護施設に預けられてる。青山は今どこにいるんだよ？伊豆にアトリエがあるから多分そこよ。サンキュー。また何か分かったの教えてくれ。
風間は客の車を奪って乗り換えて逃走しました。あの野郎どこまで行く気だおい。どうなってんだまったく。出やし俺だ。ごめん、私さっき言い忘れたんだけどさ、青山と瀬戸正美との間にも子供がいたらしい。子供？名前は？正国。雅楽の雅に異邦人の邦っていう字。正国？風間の下で探偵やってます。風間さん、車左寄ってますよ。左に寄ってますって。嘘だ。そんなはずはねえ。井上真奈美さんって女の子にここ教えた？すいません、だいぶ切羽詰まってたようだから。まあいいや。あの時間帯終電があるのは乗船遠征だけだ。だがあいつの住んでるのは市川のはずだ。ハンドル握ってくださいよ。危ないっすよこれ。急がないと4番目の犠牲者が出るんだ。犯人分かったんですか？いいか、あいつどこ行ったんだよ一体。ハンドル握ってくださいよ。すごいですね。青山が白と知り合いだったなんて。まあね、ゆっくりしてて。今お茶入れるから。ありがとうございます。これだ。答えは見つけられましたか？ああ、そうでしょうね。あなたが僕を捕まえた時から分かっていましたよ。あなたもこちら側の人間だって。一体どこ行くんですか？青山へ戻りだ。どういうことですか？この事件を解く鍵はシュタイナーだ。シュタイナー？ドイツの思想家で体と意識をつなぐ四大臓器として彼が挙げてるのは肝臓、腎臓、肺、心臓なんだ。被害者から盗まれたものと一致してますね。ああ、この4つは全ての臓器の中でも特別で、万物を構成する四大元素の水、風、地、火にそれぞれ対応し、4つ揃って完結するとされている。4つで完結？犯人はこの考えに沿って臓器を集め、被害者をそれぞれの元素を思わせる状況に置いたんだ。長峰さん？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 
さん。お母さん、私死にたくない。怖い。まさみ、永遠の命が欲しい。永遠の命が欲しい。
気がついたようだね。気分どう？長峰さん。どうだい、素晴らしいだろう。お母さんの絵。この絵にはさ、母さんの魂が塗り込められてるんだ。これが偉大なる青山祐希の本当の実力なんだよ。あなたが書いてたのね。画伯になりすまして。なりすます？なりすましてなんかいないさ。僕はその父さんさえも超えるんだ。父さんも超えるんだ。お前などが俺を超えられるものか。お前などが俺を超えられる。お前などが俺を超えられるものか。所詮お前は人間だ。お前には絵など描けない。心配はいらん。この絵を完成させるだけだ。あんたの心臓でこの絵に魂が宿る。長峰、お前。あんたが風間ライタか。邪魔をしよって。バカ野郎、なんであんなことしまった。あんなこと？当然だ。あの女どもは俺の存在を否定した。別人が書いたと言いよったんだ。でも最近はそんなに好きではないんですよ。どうして？なんか作風が変わったと思いませんか？なんだか別の人が書いてるみたいで。これ風間の住所。個展に行きたくない。なんで？あれは絶対に自分で書いてないって。さすが美大でそんなこともわかるんだ。まあね。楽しい作絶対万作だよ。別人と見抜いたからって殺すことはねえだろ。この青山祐希が書いたもの違うなんだと言語道断。死んで当然だ。もともとあの女たちは俺のファンだからこうなったことを喜んでるんだ。この絵に魂を宿し芸術の一部になれたんだから。狂ってなどいない。正美と同じだよ。あの日正美は絵の中で永遠の生命を得た。そして俺は
誠の美に触れたんだ。これ以上バカなことはやめろ、長峰。お前は取り返しのつかねえことしまった。だけど俺はお前の味方だ。短い付き合いじゃねえだろ。上村、自首して罪償え。俺はいつまでもお前待ってる。上村！俺は長峰ではない、青山祐希だ。やめて！誰だお前。青山祐希の娘で秋村真帆ちゃん。つまりあんたの腹違いの妹よ。腹違い？あなたはお父さんじゃない。青山祐希じゃない。何を言う。俺は青山祐希だ。私のお父さんは離れていてもずっと見守り続けてくれた優しい人。人殺しなんかじゃない。
真帆言うんだ。俺よ、お兄ちゃんを、お兄ちゃんを許してくれ。これで完成だ。うわ、すごいですね、風間さん。すごい。何と言っていいかわからないけど、この度は本当にありがとうございます。真実が明らかになって律子も浮かばれてると思います。どうも。じゃあ失礼します。また店にでも。風間さん。おおよ。おはようございます。いてよ、いてんだよ。ああ、会社辞めちゃいました。クビになったのか。クビ？うん。おめでとう。は？おめでとう。は？おめえ探偵やってみねえか。何言ってんすか？頼む。頼む。は？メモ取れねえんだよ。でしょうね。電話もできねえしな。頼む。本気で言ってんすか？本気本気。な。は？な。は？あ！おい。なんかおかしいよおい。え？なんかおかしいっつんだよ。なんすか？なんかおかしいっつってんだよ。なんだか知らないけど。なんだか知らない。指生えた。うん。